こんばんは。こんばんは。ポッコです。ポッコじゃない。ポッコです。こっちです。こっちポッコじゃないです。今日は皆さんにたくさん応募っていうかエピソードを送ってもらった脈あり脈なし診断をやっていきたいと思います。イエーイ。イエーイ。これそもそも視聴者さんのリクエストでやってくださいって送ってくれて、始まったんだけど、たくさん皆さん思ったより送ってくれて、ちょっと私たちも読んでて楽しかったので、今から脈あり脈なしの判定をしていきたいと思います。でまず最初にルールなんだけど、ちょっとエピソードを全部読んでみると結構ね脈ありっぽいエピソードが多くて、少なくとも人としてはめっちゃ好かれてるんだろうなみたいなのが多くて、迷って脈ありに入れちゃうとちょっと全部脈ありになっちゃって、動画としてちょっとおもんないかなっていうのがあったのでちょっとできるだけ厳しめに最初3秒ぐらいで判断するっていう感じでやっていきたいなって思ってます。なのでこれはちょっとあくまでもエンタメなので、私たちが脈なしって言ったからといって脈なしなわけじゃないっていうのはちょっとごめんねっていうごめんね。脈なしって入れてるけど脈なしとは限らないよっていうのはね、最初にお伝えしたいなって思ってます。私の予想なんだけどさ、私たちの性格的にさ、さくちゃん全部脈ありになってさ、いやそんなことないよ。私全部脈なしになりそうじゃない？まあ確かにりーちゃんはね、人と距離近かったりあざとかったりするからね。あざとくはないけど、周りの友達とか思い返すと距離近めの子も自分の周りに多いから、ちょっと脈なし寄りに寄りがちかなって。なるほどね。でもさくちゃんはねクールだし人との距離が遠いので、さくちゃんがそこまでするなら脈ありっていうのがそうそう、自分基準で思います。だからね、さくちゃんダメだよ全部脈ありにしちゃう。脈ありだよ。ダメだよちゃんとありかなしか判定してよ。わかりました。ということで、じゃあ1個目のエピソード行ってみましょう。気になってる人の家に遊びに行った時、その子の飼い猫を見て、なんかその子に似てるねって話してたんです。その後猫が私にすごく懐いてきた時に、飼い主と好みも似るのかなって言われてドキッとしました。飼い主、飼い主ってことは相手の人。そうやんね。好みも似るのかなって。ということはいきますよ。せーの、脈あり。これは脈ありだね。ね。まあ好み好みっていうのがね。ね。なんかその猫に対して猫も誰々のこと好きなんだねみたいな。そうだね。なんかそれぐらいの方がさ軽い感じですね。確かに。好みとかわざわざ言うって私と一緒じゃんぐらいだから、私でもその言い方はしないので、脈ありだなって思います。おめでとうございます。はい、次。気になってる人を勇気出してご飯に誘ったら、2人ですね、2人でご飯に誘ったらいいねって言ってくれたけど、その後2人だと緊張しちゃうからと友達を含めた複数人を提案されました。結局大人数でいつものグループで行ったみたい。これって緊張するっていうのは少しは意識してもらえてるのか、それとも大人数が好きなのか、どっちでしょうか？なるほど。なるほど。緊張、まあ確かに緊張するよね。緊張はするね。いきます。せーの、ドン。脈なし。初めて揃ったね。なんか緊張しちゃうっていうのはどうなんだろうね。関係性にもよるけど、まあね、距離感にもよるけどね。初対面だったらちょっといきなり2人はってなるのはわかるけど、いつものグループって言ってたじゃん。ってことはまあ仲いいっていうか、って思うと、ちょっとごめん。今のところ友達かもしれない。ごめんね。今のところ大人数でワイワイするのが好きな子の可能性が高いかなと思います。まあでも挽回はできるので頑張ろう。
まあ嫌われてはないと思う別に。それはそうだね。私友達とかにさ今度飲みに行かんって時にさいいやん誰々も誘ってさみんなで行こうよっていう時あるけど、全然嫌いとかじゃなくてなんて言うんだろう相手も私と2人で行くことを想定してないかなって無意識で思っちゃってるだけだから、全然取り返せると思うので取り返せるまずは意識してもらうところかなって思います。はい、次気になってる子と隣で座った時たまたま足が当たってたけどお互いそのまま離さなくてしばらく机の下でずっとくっついたままでした。脈ありますかね。どっちかな。なんかドキドキするね。ドキドキするね。せーのドン。気にしてない。気にしてない何それまた新しい答え出てます。いや足くっついたぐらいだったら別に気にしないからわざわざ話すまでもないかなっていう。なるほど。何も思ってないから別にそのままでも。なんかもうお互い恋愛として出会ってこれだったらもう 100% 脈ありだけど、私友達と手とか足とか当たってても、そのまま多分くっついてると思う。距離近いからね。全然その手と足当たるぐらいで嫌になること飲みに行かないから、まあこれは私なら気にしてないだけっていうのもあるかなとは思う。脈あり側の主張どうぞ。まあどちらかというと脈ありにして、まあその関係性とかシチュエーションにもよるけど、もうなんか話せばいいというか話せる状況で、確かにさりげなくね、そうっていうのはなんかありかもなと思いました。さくちゃんは人とのパーソナルスペースめっちゃ遠いからね、わざわざねでも確かに私付き合う前机の下で手めっちゃ当ててみて、話すかどうかで脈ありか判定してたのであながち脈ありっての間違ってないかもね。そうなの。ごめん、脈ありに変えよう。変えた。脈ありの可能性もあるかも。でした。はいでした。はい、次可愛い後輩がいてハグしたり人との距離が近い子なのに、私には一回もしてきてくれたことがなくて、なんで私にはギューしてくれないのって聞いたら、〇〇さんにはできないですよ、なんか緊張しちゃうし恥ずかしいですって言われました。ただ怖がられてるだけでしょうか。どうやろう。いきますよ。はい、せーのドン。脈なし。あれまた違うよ。また違うね。でさくちゃんから。だってそんなことさ言うぐらいだよ。確かにそうかも。本当にまあただ怖いみたいな感じならさ、もうちょいなんか違う言い方すると思う。確かに。私はなんかその好きとかじゃなくても、ちょっとこの人にはふざけたりできんみたいな人がいて、先輩でも、なんか好きだからハグしに行くというより、そのノリを許してくれる人にはやるけど、ちょっとこの先輩にはふざけれんなみたいな相手には、いやそんな恐れ多いし緊張してるし恥ずかしいですよっていう。勉強になる。なんかそういう抱きついたりとかしないからさ。その抱きつくっていうのは愛情表現もあるけど、なんかそのふざけたノリを許してくれるかっていう、相手のゆるさにもよるから、こういや緊張します恐れ多いですっていうパターンもある。なるほどね。でもさくちゃんの言う通り言い方によるかな。確かに。恥ずかしいですよみたいな。いや恥ずかしいんではすいません恐れ多いですの方かも。でもどっちもね言い方ですね。どっちもあります。ちょっと私厳しすぎるかも。はい、じゃあ次行きましょう。普段割と私への扱いが雑な友達がいるんですけど、この前急に夜電話来て嫌なことあったから〇〇の声聞きたくなった、大丈夫って言ってって言われました。普段とのギャップでちょっと期待しちゃってるんですけど、これって脈ありですか？かわいいかわいいね。はい、せーの脈あり。まあそうだよね。まあそうだよね。まあそうだよね。さくちゃんはもうこれやるときは、さくちゃんって付き合っててもこれあんまやらなくない？あんまりないかな。そんなさ人に甘えれるタイプじゃないんですよこの子。
なんかそう別にこう今みたいなその友達、友達として同じようなこと言う人もいる全然いるとは思うけど、まあ、自分ならって考えて脈ありね。さくちゃんがこれをやるときは 100% 脈あり。そうですね。私はちょっと友達には甘えるので。やるね。でも夜急に電話かけて大丈夫って言ってまでは言わないけど、なんかマジで嫌なことあった話聞いてねえ大丈夫って言っては言うかも。なんか彼女とかいたら言わないけどね。その時電話で話せる相手が、まあ、彼氏とか彼女とかいなかったら全然言う気がするので、その子の普段の性格にもよるけど、でも何にしよう多分めっちゃ愛されてると思う。それは確かなので、多分質問してくれた方のことはめっちゃ大好きなので、そこは間違いないと思います。はい、じゃあ次。好きな女の子、同じグループのクールな友達をご飯に誘ったら最初はあんまり乗り気じゃない感じでした。でもその後それって2人って聞かれて、いやいつものメンバーで行こうと思ってたって言ったら2人なら行くって返信されました。これは脈ありですか？せーの、脈あり。これは脈ありかなって思います。ようやく一緒になりました。ポイント、普段クールな子。私です。普段クールな子っていうのは、ちょっとでも出れたら結構脈ありに近いんじゃないかなって、さくちゃんを見てると思う。そうですよ。さくちゃん説明はいりませんね。はい。私ならっていうそれだけ。愛おしいでしょこの子。説明はいりません。私ならしません。脈ありです。なんかです。まあ純粋にちょっと大人数で騒ぐテンションではないっていう可能性もあるかなとは思うんですけど、まあクールな子ってことでね、脈ありだと判断しました。はい、じゃあ次。会社の先輩で普段すごくにこやかで優しくて、私がどんな話をしてもうんうんって聞いてくれる人がいます。でも私が別の先輩、その先輩の同期の話をすると、ふーん結構仲いいんだねって言われて、少しだけトーンが違う感じでした。普段はずっと優しいのに、その人の話の時だけ少し空気が変わる気がします。脈ありですか？脈なしですか？難しいな。せーの、その人が好きか嫌い。なんか長くない？待って。その人が好きか嫌い。その人が好きか。まあちょっと一回さくちゃんから。はい。この子可愛いもん全部みたいで、本当に可愛い。やばい。脈ありで可愛い。やばい、書かなきゃ。私も。はい、どうでしょうか。まあその空気が変わるっていうのは、まあどれぐらいトーンが変わるとか、まあ、それにもよるけど、まあでも少なからずちょっと気あるからなんか嫉妬みたいな、してるのかなと思いました。私は最初そう思って、でさくちゃんが多分そう言うだろうなと思ったのでちょっと別の角度からの回答をしてみたんだけど、先輩がその同期のことを好きかもしくは嫌いな可能性もあるかなと思ってて、例えばあいつと仲いいの、うわあいつ私嫌いなんだよなの可能性も普通にあるかなっていう、まあ好きな可能性はあんまないとは思うけど、誰々ちゃん誰々と仲いいの、私も好きなんだけどか、あいつはやめといた方がいい普通にの可能性も両方あるので、まあ両方ちょっと頭に入れといてもらおうと思って頭に入れてもらって、はい、まあ脈あり回答は全部さくちゃんにお任せしてお任せされちゃった。可愛すぎる。なんか全部脈ありだと思ってる。自分だったらね、そんなことしないもんね。そうなの。全部脈ありで可愛いこの子。全部じゃないし。次行こうか。はい、でも私も脈ありに近いなとは思います。はい、気になってるクールな女の子にバレンタインでチョコを渡したら、その時は普通にあーって感じでかなりそっけなかったです。ちょっと恥ずかしくなったんですけど、後でたまたま教室戻ったらその子が私したチョコをラッピングごと写真撮ってるの見ちゃいました。かわいい。これはどうでしょうか？脈ありますか？かわいいね。かわいい。
嬉しい。嬉しいね。ね、写真撮ったね、嬉しかったんだろうね。嬉しかったんだろうね。せーの、チョコ嬉しい。チョコ嬉しい。ただチョコ喜んでる人、まあそれ嬉しいけどまあさくちゃんはね、もうお察しの通り、はい、さくちゃんがもらったものをね、喜んで写真撮ったりするのは、もうさ好きだもんね。そうなの。かわいいなポッコ。で、私はさくちゃんがそう言うだろうなと思って、まああえてチョコにただ喜んでる可能性。まあなきにしもあらずだね。でも普段クールな子って考えると、多分脈ありよりかなそうなの。と思う。まあ私は友達からもらったものを全部その場で写真撮って保存するタイプなので、純粋にラッピングが可愛いとか嬉しいっていうのもあるかなって思うんですけど、まあ脈ありでいいかなって思います。はい、じゃあ次、クラスメイトの女の子に片思いしています。この子はすごく優しくて恋愛相談にも親身に乗ってくれるんですが、恋愛の話になると〇〇くんとか合いそうじゃないと他の人を勧めてきます。なんなら私紹介しようかみたいなテンションです。距離は近い気がするのに恋愛になると一歩引かれてる気がして、これってどういう心理なんでしょうか。難しいな。これは難しいね。いきますよ、はい、せーのドン。脈なし。今の時点では脈なしだね。ちょっとまあこれしかわかんないけど、これだけ聞いてるとまあなしかな。まあ相手がね、そののんきだと思い込んでて、多分その好かれていることを想定してないというか、多分気づいてないっていう意味で脈なしかなって思うので、まずは好きバレするところから、やっぱ好きバレして意識してもらって、そっからやっとね脈ありに変わっていくかなって思うので、まあ、仲いい友達って時点で希望はあると思うので、まずは好きバレして頑張ってください。はい、次。ご飯に行くと毎回取り上げてくれたり、苦手なものも覚えててくれて、これ苦手だったよねって自分の分だけさりげなく避けてくれます。なるほど。お姉ちゃん戻ったよね。はいはい。これは脈ありですかということですね。せーのドン。優しい。同じ回答や。人として好かれていることは間違いないんですけど、多分この人が面倒見のいい、めっちゃいい人なんだろうなって思います。そうだよね。なんか優しい。これだけじゃちょっとわかんない。そうだね。なんか自分のことを覚えててくれてるのは嬉しいけど、人として好かれてるのは間違いないかなとは思うんですけど、私も人参苦手な子の人参避けたりとかまあさくちゃんなんだけど友達だとしてもするかなとは思うので、まあ、いい人かなっていう気がします。まあ人として好かれてるのはね間違いないので、脈ありにするチャンスはあると思います。はい、次。好きな人が結構距離近いタイプでボディタッチとかされたりするんですけど、腕組むとかハグするとか、他の友達にも同じ感じで接してるのも見ました。でも私にはよく大好きとか言いながらハグしてくれるので、正直ちょっと期待してしまってたんですが、これって誰にでもやってるだけなんでしょうか。難しい。どうかな。せーのドン。 ENFP。ENFP って書いてあるよ。はい、まずさくちゃんから。もう私はそのままですね。距離そうだな。私がしないからっていうのはそうだね。さっき距離遠いからね。説明はありません。私はしないから。可愛い。本当に愛おしくないですかこの子。何も考えてないやろ思いましたか？いいえ、さくちゃんのみんな愛おしいと思う。ありがとう。もうこの子本当に、好きか好きじゃないかで態度めっちゃ変わるタイプなのでねえ、だしね、こうされたら好きだって思っちゃうもんね、さくちゃんね。かわいい。
てさくちゃんが答えることを見越してはい。ENFP の可能性を提唱します。もごめんなさい、私もいいじゃんそうだ ENFP なんですけど、大好きって言いながら腕組んでハグするところまではします。うするんだ。それは自分の中で限りなく好きな友達はやる。なるほど。けど恋愛的な意味とは限らないけど、ただ自分の中でトップクラスに好きな友達にはやるから、チャンスはあるんですけど、ENFP の可能性があるかなと思いました。ENFP じゃなかった場合は脈ありです。はい。じゃあ次。私がちょっと酔った時、ずっと隣にいて水渡してくれたり背中させてくれたり、帰りも家着くまで連絡してくれました。優しい。優しい。優しいね。優しいね。せーの。いいどうぞ人。ごめん、またいい人出しててまたいい人？ごめんまたいい人なの？いい人はありか。じゃあさくちゃんから。はい。まあいい人は間違いないんだけど、うんまあこれが例えば、まあそんなめっちゃ仲いいっていうわけじゃない。まあ例えば先輩と後輩とか、まあそういう距離感だったとして、私がここまでするのは、まあちょっとでも気になってた時かなと思いました。さくちゃんはここまでしないね、好きじゃなかったら。なんかいい人じゃないみたいな。違うやん。さくちゃんはそもそもさ、気になる人がいないと、そんな酔う人が出る飲み会に行かない。あ、そうだね。飲み会行っても一次会でお疲れ様ですって帰るから、すっ多分気になってるから残ってて、気になってるから様子を見てて、お家まで送ってってするんだろうなって思うので、そういうタイプは脈ありかなってそうだね。思いました。人によるかもね。この人のタイ私がこのいい人にしたのは、ちょっと私の友達を思い出した時に、会社の同期とかマジでいい子多くて、プ。多分私が酔って吐いたらみんな連れて帰ってくれるだろうなって確かにね。よくさ、私が飲んでるとさ、大丈夫大丈夫、酔っちゃっても私が家まで連れてって、お風呂入れてあげるからって言ってくれる友達がいるので、そう思うと、じゃあ同期が脈ありかと言われると絶対に違うからそりゃそうだ。いい人ってパターンもあるかなっていう気がしました。でもまあさくちゃんみたいなタイプなら脈ありだね。そういうことです。はい、次。同性の先輩にどういう人がタイプなのって聞かれて、普通に〇〇さんですって答えたら、その気になるんだけど本気にされて困るの自分でしょって笑われました。じゃあ冗談じゃなくて普通に本気って言ってるんですけど、脈ありですか？脈なしですか？それ言われたい。なんかこれはもうキュエピだね。これははもうこれはね、疑いようがねないですね。はい。いきますよ。せーの。脈あり。これは脈あり。え、もらったエピソードの中で一番これが脈ありじゃない？その気になるんだけど、だってだって本気にされて困るの自分でしょ。言われたい。だってさ、ごめん、ちょっとこれキュンエピとして扱ってもいい？ね。なんか急になっちゃった。だってまずさ、どんな人がタイプなの？〇〇さんですって素直に言ってるの。まずそれが可愛いじゃん。これがもうキュンエピだし、それにその気になるんだけど本気にされて困るの自分でしょ。何それ？何それ？本気にされて困るの？本気にされて困っちゃうの？そんなこと言われたら本気になっちゃうよってことじゃんか。ね好きじゃん。好きじゃん。ラブじゃん。これは好きじゃん。これ好き。ちょっとさ、良すぎるね。再現していい？どんな人がタイプなの？さくらさんです。本気にされて困るの自分でしょ？それってどういうめっちゃいい。めっちゃいいじゃん。めっちゃいい。これはなんかドキッてするね。そんな返しされたら。先輩も多分ドキッとしてるって。そっか。先輩も余裕そうに見えてドキッてして。さくらさんです。確かにドキッとする。後輩にさ、普通にさ、どういう人がタイプなみたいな聞くとするじゃん。飲みに行って、さくらさんです。ドキッ。
先輩も余裕ないよこれ。確かに。本気にされて変わるの自自分で分でしょ。先輩ももうさやばいってめっちゃ動揺して言ってると思う。汗してんだ。早く付き合った方がいいと思います。はい、お付き合いのご報告お待ちしてます。待ってます。これはね全部脈なしにあげる私が何の迷いもなく脈ありに入れた。さすがにね。これはね本気にされて困るの自分でじゃ絶対言わないわ、私だったら。めっちゃいいエピソード、キュンエピをありがとうございました。ということでね、全部これで読んだかな。私結構厳しめに全部脈なし寄りに入れちゃってるんですけど、本当に脈なしかというとそういうわけではなくて、まあそれだけじゃ分かんないよねっていうだけなので、でみんな送ってくれたエピソードを見ると、人としては好かれてるとか、絶対なんか仲良しだなっていうのはあると思うので、まずはね好きバレして、意識してもらうところから始めたらすぐ脈ありになるんじゃないかなと個人的には思います。思います。まあね、世の中にはさくちゃんみたいにね結構何でも脈ありな子もいるしね。やばいってやばいよ。さくちゃんね結構すぐキュンキュンしちゃうもんね。全然。私と付き合う前もさ、手当ててたらめっちゃ動揺してて試されてるわ。そう、私も実際ねさくちゃんに手当てて脈ありかどうか判定してたりしたので、めっちゃされて結構正しいと思う。た。いい判定。なんで今日は脈あり脈なし判定やってったんですけど、結構これ楽しかったので、ちょっと脈なしに判定する時に結構心が痛むっていうのが全部脈ありにしてあげたくなっちゃうけど、全部脈ありにあげる動画多分ちょっとおもんないよなって2人で脈ありですいやいいと思うみたいな、ちょっとおもんないかなと思って心を鬼にして、友達いい人 ENFP とかしたんですけど、私の言うことはあんまり信じずに脈ありの可能性もあるので、別に楽しんでエンタメなので傷つかないでね。ということで皆さんの恋の成就を願ってます。頑張ってね。あーよ、おかしいか。何を頑張るんですか？みんな後日談もお待ちしてます。じゃあこれで次の動画までバイバーイ。バイバーイ。